はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や、食と健康、そういったことをテーマにお話をさせていただいております。チャンネル登録がまだの方はぜひ最初に登録しておいていただくと他の関連動画なんかも見やすいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今日はですね、お味噌の話をしていこうかと思います。お味噌には、いろんな種類があるわけなんですけれども、その種類が、大体どんな種類があるのかということと、どういうふうに種類分けがされているのかっていうのをですね、簡単に説明していこうかと思います。ごくごく基礎的な、味噌の基本の木のところですね、それをやっていきたいなと思います。で、お味噌というとですね、日本人なら誰しも、食べる、調味料だとは思うんですけれども、もう各地方でですねいろんな種類のお味噌が作られていて、それぞれですね特徴がある、ものになっています。でも種類何種類あるのって言ったらもう何千種類とかあるぐらいですね、本当に様々な種類があるんですけれども、その中でもですね一応その原料で分類とかいったことを大きくですね分類することができるので、まずそれを見ていこうと思います。基本的にですねどういうふうに分類されるかっていうと、ここにあります米味噌、麦味噌、豆味噌、これが大きく、分けられる味噌の種類なんですけれども、だいたいですね一般的にお味噌といったらこの米味噌のことを指すことが多いですね。これが一般的、味噌といえば米味噌のことだと思っていただければ、いいんじゃないかなというふうに思います。で、これ何が違うかというとですね、原料の麹です。麹を、米麹を使っているのか、それとも麦麹を使っているのか、それとも豆麹を使っているのかというですね原料の、麹によって分類がされています。米麹で作ったお味噌は米味噌だし、麦麹を原料に作ったお味噌は麦味噌、豆麹が原料であれば豆味噌という形になります。これすごく基本的なところなんですけども、このことをですね実は知らない方の方がやっぱり多いんですよね。日本人でもこの味噌の分類、何が原料で、どうしてじゃあ米味噌と麦味噌って何が違うのとかですね、あんまり知られていない、知っている人の方が少ないっていうのが現状なのかなというふうに思います。で、この米味噌、これはもう全国各地で販売されています。製造されてますし販売されてますので非常に一般的なんですけれども、その下の麦味噌ですね、こちらに関してはもうほぼほぼこの九州、中国、四国、この3つだけですね。関東の一部とか、好きな方とか、マニアックな方とかは他の地域でも食べる方とかはいるとは思うんですけども、基本的に製造されていて多くの人が食べているっていうのはこの辺りの地域のみということになります。なので非常に特徴的なお味噌ですよね。やっぱりこの暖かい地方で米があまり取れなかった、地方ですね、そういった地域で、米の代わりに麦を使って麹を作っていたりしたので、こういった味噌が、一般的になってきたのかなというふうなところですね。はい。で、3つ目の豆味噌ですね。こちらもですねちょっと独特な味噌でして、こちらは愛知、岐阜、三重のこの東海3県ですね、この3県でしか、作られていないし食べられていないというのがこの豆味噌ですね。よく愛知県の八丁味噌っていうのが有名だと思うんですが、それも豆味噌なんですね。結構その赤だしとか赤味噌とか八丁味噌とかってなんとなく混同されがちなんですけども、ああいった赤味噌っていうのはこの豆味噌のことを指しています。結構ですねいろんな表現の仕方があるのでこんがらがってしまって、大豆を使っていれば豆味噌っていうふうに思っている方もいたりとかするんですけども、基本的に、味噌っていうのは大豆を使いますので、大豆を使っていてかつ米麹なのか麦麹なのか豆麹なのかっていうので、分かれてくるということですね。なので豆味噌っていうのは豆麹を使っている味噌のことを指しています。はい。
そんな形でですね、その原料の麹によって大きく3つに分けられるというのが、1つ目です。で2つ目ですね、こちらに移っていきますけれども、製造方法ですね。製造方法によっても、少し分けることができます。で1つ目、が、糖化分解型で、2つ目が発酵熟成型。一応ですね、大きくこの2つに、分けることができます。でそれぞれ見ていこうと思いますけれども、まずこの糖化分解型というところですね。こういった製造方法のお味噌というのは、主に白味噌です。色が白い味噌ですね。でこの、白味噌はですね、まずこの米麹の量ですね。この米麹を使っていくわけなんですが、米麹の量がだいたい大豆の2倍ぐらい、2倍以上使うものもありますけれども、2倍ぐらい、かなりたくさんの量の米麹を使っていきます。麦の場合もそうですね。で、その、多く使う、米麹に、麹菌がねついていくわけなんですけれども、その米に含まれているでんぷん質、でんぷんを、麹菌が持っている酵素が糖化します。それが糖化することによって、甘みがついたりしていくというわけなんですね。でこの白味噌、糖化分解型の白味噌に関しては発酵期間がすごく短いです。だいたい平均的に3ヶ月ぐらいとか、でして、2ヶ月ぐらいでもう終わらせてしまうとか、そういった味噌も、あります。そういった味噌はですね、基本的に色がとても白くて淡い色ですね。淡い色をしていて、でかつ味は甘い味です。ものすごく甘いですね。いろんなですねこの要素があっていろんな要素が絡み合ってこの白い味噌になるわけなんですけども、基本的にはここに書いてある糖化分解型という名前の通りですね、でんぷんを糖化して甘みを出す。で分解していく、麹の酵素を使って分解していく、そういった製造方法の味噌のことを、糖化分解型の味噌と言いまして、代表的なのが白味噌というわけですね。そして2つ目、この発酵熟成型ですね。こちらはですね、先ほど言った豆味噌とか、仙台味噌みたいな色が濃い味噌、赤味噌ですね、いわゆる、これに多い、製造方法になります。でこちらはですね、麹の量を大豆の 0.8 から 1.2 倍ぐらいということで、大体同じぐらいの量ですね。この白味噌に比べるとかなり、麹の量は少なくするということになります。で、麹の量が少なくてですね、その代わりですね、発酵熟成期間っていうのがこの白味噌に比べると非常に長いです。長いもので、3年ぐらいですね、寝かせるっていうのもありますし、短くてもだいたい半年以上は必ず寝かせるというのがこの発酵熟成型のお味噌ですね。で長時間ですね、長期間寝かせることによってこの麹が持っている酵素の作用ですね、酵素の作用と、あとはそれ以外の乳酸菌とか酵母菌とか、そういった微生物の力もですね存分に借りて、この酵素の力と微生物の力をも十分に利用して長期間発酵熟成させていくのが、この発酵熟成型の赤味噌ということになります。で味的にはですね、かなり旨味が強いものになります。大豆の量がですね麹の量に比べて、結構多めなので、その分大豆に含まれるタンパク質っていうのが多いということになるので、タンパク質が多いということは、アミノ酸が多いということになります。でアミノ酸イコール旨味ということにもなりますので、こういった赤味噌はですね旨味が非常に多いお味噌なんですね。でしかもですね長期間熟成させることによって、メイラード反応というですね色が濃くなる現象が起きますので、非常に、赤色、艶がいい赤色になってきます。で、1年ぐらいですね寝かせる赤味噌でしたら、綺麗な赤色とかなんですけども、3年ぐらいも寝かせちゃう
かなり熟成期間長く取るお味噌に関して豆味噌とかはそうなんですけれども、3年ぐらい寝かせるものに関してはもう抹茶と真っ黒みたいな色になっていきます。そういったものが特徴的ですね。あと香りもですね非常に強いというのが赤味噌の特徴です。はい、ということでこういったですね製造方法によっても大きく2種類に分けられるということですね。これもうざっくりですね、本当にざっくり大きく分けているだけで、これもですねかなりこの他にもいろんな要素が加わって、それが、混じり合っていろんな種類の味噌ができるということになるので、本当にこれはもう大まかな分類ということになります。で、味噌ってですねじゃあ何なのかっていうとですね、ここに書いてありますけれども、お味噌とは大豆のタンパク質を麹の酵素で分解したもの、これがお味噌です。はい。発酵食品の代表的なものなんですけれども、その正体は何かっていうと、主に原料は大豆なので、大豆に含まれている主成分であるタンパク質ですね。このタンパク質を麹の酵素を使って分解していく。分解することによって甘みが生まれたり、旨みが添加されたりとかですね、いろんなビタミンとかも作られたりしていきます。いろんな成分がですね作られていく。そして美味しくなるという非常にですね素晴らしい発酵食品の一つである味噌なんですね。はい、でまたですねこういった種類分けの細かい話とか、じゃあどうして白くなるのとか、どうして赤くなるのかとか、なぜ味がちょっと辛いやつがあったり甘いやつがあったりするのかとかですね、そういった詳しい話はですねまた別の動画でしておりまして、タイトル欄ですねタップしていただきますと、動画で学べる発酵食講座っていうのがありますので、そちらをですね見ていただきますとより詳しい内容を見ることができますので、興味がある方はぜひ、見てみてください。ということで、今回は以上となります。この動画を気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。